ガンダム作品にはマッド素材やスラングとして使われるネットミームが多数存在します。中にはガンダム界隈を飛び出してネット上で非常に高い知名度を得た驚異的なミームも存在しているため、ミームは知っていてもガンダムのネタとは知らなかったという方もいるのではないでしょうか。今回はそんなガンダム作品が生み出したネットミーム6選を紹介します。連邦に反省を促すダンス。まず劇場版閃光のハサウェイから主題歌閃光とともにかぼちゃをかぶった男がダンスを踊るミーム、通称連邦に反省を促すダンスです。その元ネタは海外のネットミームザ・パンプキンダンスという全身黒タイツのかぼちゃ頭男がダンスを踊っている動画で、こちらは2006年にアメリカのニュース番組 KXVO に出演していたニュースキャスターのマット・ガイラーという方がなぜかパンプキンダンスを踊りたいという要望を出して生まれたものです。当初はゴーストバスターズのテーマソングとともに踊っていたものが YouTube にアップされていたのですが、動画サイト黎明期だったこともあり全く見向きされませんでした。しかし2009年に音楽を差し替えたものがアップされると徐々に知名度が上がりミームとして定着。そして2021年に日本で白鳥氏という方がアレキサンドロスの閃光と組み合わせたマッドをやっちゃいなよ、そんな偽物なんかと題して投稿したことで瞬く間に日本を席巻するネットミームとなりました。なおここまでの説明でわかる通り、動画で踊っているのはあくまでかぼちゃをかぶったマットガイラーであって、映画閃光のハサウェイに登場する偽マフティーとは一切関係ありません。そのため本マッドの偽マフティーは偽マフティーの偽物とも呼ばれています。その妙に癖のあるダンスと閃光の疾走感がネットユーザーの心をつかみ、ネットでは瞬く間にこの素材を利用したマッドが多数投稿され、いつの間にか作中で流されたマフティーの演説の一節、我々は現在の地球連邦政府に反省を促すためにを引用し、連邦に反省を促すダンスと呼ばれ広まっていきました。その後同時期にブームを引き起こした閃光のハサウェイ発のミームマフティー構文とともに2021年のネットを席巻したことで、アニメ流行語大賞2021ではマフティー構文が金賞反省を促すダンスが銅賞を獲得し、表彰台をハイジャックすることに成功しています。なお公開から4年経っているにもかかわらず、その人気は衰えることを知らず、2025年10月26日に放送された池袋でのハロウィンイベントに関する特集では、なんと連邦に反省を促すダンスを踊る偽マフティーの偽物の姿が映し出され、地上波デビューを果たしたのです。さらにアナウンサーによって作品の世界に入り込むコスプレイヤーはと紹介されていたのですが、偽マフティーの偽物は1ミリも作品に登場していないため、ネット上では作品の世界に入り込む作品の中にそいつはいない、しかしねマフティーの偽物は本来踊ったりしないのだからと大盛り上がりを見せていました。ダブスタクス親父と見るガンダム。続いてアニメ水星の魔女からダブスタクス親父ことデリング・レンブランのあれはガンダムだ、私がそう判断したというセリフを用いたネットミームダブスタ親父と見るガンダムです。元ネタはアニメ第2話スレッタのカルエアリアルを近畿の技術ガンドフォーマットを利用したガンダムだと見抜いたデリングたちが開発者であるプロスペラを左門会に招きます。しかしガンドフォーマットが搭載されていることを示すデータストームが検出されなかったため、プロスペラはあくまであれはガンダムではないと否定しました。しかしデリングはプロスペラの意見など知ったことではないと言わんばかりに、いやあれはガンダムだ、私がそう判断したからだと言い切ったのです。あまりにも独善的すぎるデリングらしさ全開のセリフですが、ガンダムファンからするとガンダムであることを示すセリフとして妙に使いやすかったことから、いつからか歴代のモビルスーツを見てデリングがガンダムかどうかを判断するひよこ鑑定的なミームに昇華され、中でも誠氏によるダブスタクス親父と見るガンダムという動画シリーズが投稿されるとネット上で爆発的に広まっていきました。ちなみにミーム名の由来はデリングが定めた決闘のルールにのっとって戦ったスレッタの勝利を独自の判断でなかったことにしようとするデリングの姿に腹を立てたミオリネが左門会にて言った。自分で決めたルールを後から勝手に変えるな、このダブスタクソ親父！
が元ネタとなっています。ミームのテンプレとしては、ガンダムだと音声を切り張りして無理やりガンダムではないと喋らせた素材を使ってデリングがガンダムか否かを判定していくシンプルなものですが、ガンダムシリーズにおけるガンダムの定義は非常にややこしいため、いわゆる引っ掛け問題が多数登場します。例えばガンダムらしくない見た目だが名前はガンダム、見た目はガンダムだが名前がガンダムではない、ガンダムに偽装している機体など出題傾向を都度変化させデリングを翻弄していきます。また時にガンダムを自認する変態やガンダムを目の敵にするバーサーカーも乱入してくるため、非常に往年のニコニコ動画らしいカオスな絵面が展開される点が特徴です。ちなみにこちらのミームの派生ネタとしてスレッタのエアリアル、ガンダムじゃないよねとプロスペラのいいえ、ガンダムよというセリフを組み合わせたスレッタちゃんと見るガンダムというミームも存在しています。非常に面白いのでまだの方はぜひご覧ください。ナラティブチャレンジ。こちらは機動戦士ガンダムナラティブにおいてヨナバシュタ、ミシェル・ルオ、ゾルタン・アッカネンが謎に絡み合ったポーズから生まれたミームナラティブチャレンジです。元ネタは劇場版機動戦士ガンダムナラティブの2018年8月に発表されたキービジュアルで、公開直後からナラティブ、シナンジスタイン、フェネックスが並ぶ横でヨナにゾルタンとミシェルが妙な絡み合い方をしたいわゆるジョジョ立ちのようなシュールすぎるポーズがネット上で大きな話題を呼びました。その後何度見てもどうなっているかわからないポーズを他作品のキャラに撮らせたイラストが投稿されたり、人体やガンプラを用いて再現しようとする方が続出し、旧ツイッターを中心に大喜利大会が開催されるようになりました。そしていつからか元ネタとなったポーズをナラティブ組体操と称し、組体操に挑戦することや画像を投稿する際のハッシュタグがナラティブチャレンジと呼ばれるようになりました。ちなみに2018年8月17日頃にはガンダムナラティブの公式がガンプラを用いてナラティブチャレンジを行っています。なお非常に複雑そうに見えるポーズですが、冷静に分解してみるとゾルタン役が四つん這いになる、ミシェル役は左足で片膝立ち、ヨナ役がミシェル役とゾルタン役の左半身側に足を入れる、ゾルタン、ミシェル役が所定の位置に手を置くことで簡単再現できるので、ぜひ興味がある方はチャレンジしてみるといいでしょう。余談ですが、こちらのポーズには元ネタが存在しているとされており、それが1500年代に活躍したイタリアの彫刻家ジャンボローニャの作品サリーニーの女たちの略奪と言われています。裏切りフォーアフター。こちらは0083スターダストメモリーの主人公コウ・ウラキの作画の変化をネタにしたミーム裏切りフォーアフターです。作中序盤まだあどけなさが残る新米兵士だったコウが試作2号機を追撃する中で激しい戦火をくぐり抜け最終話を迎える頃には顔つきも歴戦の兵士のものになりつつあったのですが、比較してみるとあまりにも初期と作画が違いすぎることから事あるごとにファンの間でネタにされるようになりました。そしていつしか初期コウと最終話コウの顔を並べて物事を始めたばかりの期待にあふれていた自分と現実に揉まれた現在の自分の変化を表現するミームとして定着していったのです。なお初期と戦争に揉まれた後半で顔つきが変わるキャラはガンダムでは珍しくないため、ネットではコウの代わりにシードデスティニーのシン、ガンダムユニコーンのリディ、ゼータガンダムのカミーユといったキャラを用いた派生版も多数見られます。またこのミームの派生先として浦木少尉で学ぶ新入社員の1年というネタも存在します。新入社員が社会の荒波に揉まれすさんでいく様をコウの顔の変化を用いて端的に表現されているミームとして人気を博し、毎年4月になると新入社員に社会の厳しさを教えるために投稿される啓蒙ミームとして定着しています。そのため裏切りフォーアフターよりも新入社員の1年として記憶している方も多いかもしれません。ちなみにネット上ではビフォーとアフターの画像2種類だけで投稿されるケースが多く見られますが、この顔の彫りが深すぎる後半のコウは0083最終話のワンシーンから引用されたものです。作中地球へ落下するコロニーの起動を阻止するためにコントロールルームへと潜入したコウはガトーと相対するのですが、そこへ恋人のニナが乱入してきます。そしてあろうことかニナは元彼であるガトーをかばいコウに向かって銃を向け発砲しました。
その際、コウの中で湧き上がった怒りや悔しさがにじんだ表情こそ、入社2年目のコウとして知られるものです。つまり、この表情の実態は、社会に揉まれてすさんだ男の顔でも、歴戦の戦士の顔でもなく、ライバルに恋人を NTR され、脳を破壊された男の顔だったりします。強いられているんだ。こちらは、ガンダムエイジフリット編において、コロニー、ファーデーンのスラムで、貧しい生活を送るイワーク・ブライアが放ったセリフを引用したミームです。元ネタは、アニメ6話、旧国家派閥同士の戦いに巻き込まれたフリットとエミリーは、イワークに助けられ、そのまま彼の住む家にかくまわれます。ここで、イワークは、フリットたちに対し、コロニー、ファーデーンでは、上流階級が、旧国家同士のプライドや思想によって、無意味に戦いを続けている現状と、それにより開き続ける経済格差への不満を語るのですが、その際に、フリットへ、やや八つ当たり気味に放ったのが、俺たちは、そのしわ寄せでこんな生活を強いられているんだでした。シーン的には、武力に虐げられる民衆が苦悩を吐き出すシリアスな場面なのですが、特に戦闘中でもないのに、セリフとともに集中線が現れ、イワークの顔がドアップになるという、非常にインパクトが強い演出がなされたことで、強烈に視聴者の記憶に刻まれました。そして、何かを強いられている際に、不満を口にするセリフとして非常に使いやすいことからミームとして定着していきます。さらに、イワーク自身も、まるでドワーフのような体つきということもあって、そのキャラクター性で、ミームの流行とともに人気を博し、ガンダムエイジの第2回人気投票では、なんと1位を獲得する大躍進を遂げました。そして、そのブームは公式まで動かし、2012年8月8日に発売されたガンダムエイジキャラクターソングアルバムフリット編では、なんと、イワークのキャラソン、デスペラド、ブルースが収録。歌い出しから強いられているんだとミームから始まる鮮烈さで、全国のイワークファンを歓喜させました。ちなみに、曲全体を聴くと、ガンダムエイジの物語が描く本質を継いだ非常に味わい深いものとなっているので、ぜひ一度聴いてみてください。止まるんじゃねえぞ。こちらは、鉄血のオルフェンズから、オルガイツカが劇中最後に放った言葉を用いたミームです。作中、ラスタルエリオンの大部隊によって追い詰められ、鉄火団は全滅の憂き目に遭います。そこで、オルガは状況を打開しようと、クーデリアの事務所へ赴くのですが、その帰り道を、ラスタルと結託していたノブリス・ゴルドンの部下が襲撃。ライドをかばったことで、オルガは致命傷を負ってしまいます。それでも、なんとか仲間たちの元へ戻ろうと、オルガは歩みを進めるのですが、途中で力尽き絶命。その今はに、残される仲間たちへ向け放ったセリフが、だからよ、止まるんじゃねえぞ。でした。展開としては、もう一人の主人公ともいえるオルガが死亡するという悲しきシーンなのですが、一連のシーンだけを見ると、ライドのなんか静かですねというあからさますぎる死亡フラグ、急ブレーキ音から突然の銃乱射、絶命した際の姿が、サタデーナイトフィーバーのポーズにそっくりだったこと、エンディング曲、フリージアの壮大さのギャップなど、至る所に突っ込みどころがあったようで、別の意味で話題となりました。そのため、なんか静かですね、もしくはフリージアを流せば、強制的にオルが絶命にまで引き込めるのが使いやすいと感じた人が多かったようで、マッド動画が大量に生み出されました。こうして、鉄血どころかガンダムの枠組みすら飛び越え、一大ムーブメントを築き上げています。そのため、ガンダムのネットミームとしては、非常に高い知名度を誇るネタとなりました。また、新しいミームが出るたびに、オルガと組み合わせたマッドが生産されており、2021年には、マフティーコウルンと反省を促すダンスを組み合わせた、反省を促すオルガなども登場しています。そのため、何年経っても、その存在は色あせるどころか、何度でも息を吹き返す、まさに止まらないミームとなりました。ちなみに、止まるんじゃねえぞにたどり着くまでの一連の流れで、なんか静かですね、高木も頑張ってたし、ライドオン、空耳、なんやってんだよ団長、意外とあたんじゃねえか、希望の花と、該当シーンだけでネットミームビンゴができるほど、複数のネタが誕生していることも、本ミームを伝説たらしめている要因となっています。ただ、本来、このシーンは、もう一人の主役の最後という重要シーンなので、それをネタにすることを快く思わない人も多いため、使いどころには注意が必要です。ということで以上、ガンダムが生み出したネットミーム6選でした。
今回のミームの中には、その作品は見てないけど、そのネタは見たことがあるという方もいるのではないでしょうか。ただ、中には止まるんじゃねえぞのように、元ネタは笑えないシリアスなシーンだったり、物語として重要な意味を持っているケースも多く、ネタ扱いされるのは不快に感じるファンの方もいます。そのため、いくら有名なミームといっても、むやみやたらに使用するのは控えるのがおすすめです。ぜひ皆様が好きなミームもコメントで教えてもらえたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。